パラシュートで着陸だね。あれこれどうなっとるんや。皆さんこんにちは。軍事兵器を開発するゲーム、カーバルスペースプログラム2。宇宙船とか開発するゲームや。でね、何作ろうか考えていたんだけど、ちょっと前に自衛隊の輸送機に巡航ミサイルを積んで空中発射する計画があるってニュース見たんだよね。アメリカではラピッドドラゴンと呼ばれて開発されてるみたいなんだけど、カーバルスペースプログラム2でも同じなの作れそうな気がするんだよね。これ輸送機から空中投下する感じなんか。そう、そこから発進して飛んでいくって案だね。これを作ると、多分いけると思う。大丈夫か？とりあえず最初はうまくできるか色々試験してから作ろうかな。実は、輸送機みたいな胴体もカーバルスペースプログラム2にあって、これはシャトルみたいに上に開く感じ。こっちのは後ろに開くものだね。ほんまや輸送機っぽいのあるやん。ちゃんと空中投下できるか確かめるために小さい輸送機作ってみようかな。ボイットコックピット搭載。主翼はこんな感じでいいかな。垂直尾翼と水平尾翼をつけるとそれっぽくなります。あとはエンジンやな。翼につけると高さとか面倒なので胴体に搭載。最後に膠着装置をつければ試験機完成だね。サクッと試験機できた。それでミサイルを搭載する構造になるのが半分にカットされたトラス構造。イメージとしてはパラシュートで引っ張られてすっと落ちてく感じ。おお、こんなパーツもあるんか。多分こんなことするようなものじゃないと思うけどね。気になるのはトラスと機体構造の両方に出っ張りがあって引っかかりそうなんだよね。確かに引っかかりそうな感じする。これ滑り落ちんかったら動画にできんで。そこは気合でなんとかします。もう一つ問題があってミサイルをどうするか。さっきのハイエントラスにどう乗せるかか。ちょっと仮搭載したんだけど、両方のスペースがなくて色々難しい。翼も搭載しないとダメなんだけど、隣と当たっちゃうんだよね。小さくするとまともに飛行もできんのか。これで行きたかったんだけど、設計と調整が難しくなりそうなので却下。男の子は大きいの好きだよね。ということで大きいの1機乗せていきます。早速方向がずれ始めててくさ。通信用のバッテリー乗せるでしょ？緑くん乗せたい衝動を抑えて無線操縦装置搭載。これ片道切符のミサイルや。その先っちょに乗せるのは一つしかないよね。これあれや。宇宙原子炉。またアホなもん乗せんな。爆発するとヤバいやつ。緑くんの体勢が問われるとき。何言ってんねん。後ろは巡航ミサイル感を出したかったので、上部にイキリエアインテーク。と見せかけて普通にロケットエンジン。もはや飾りのエアインテーク。こういうのは見た目が 100% なんだって。あとは翼をつければ完成だね。めちゃくちゃはみ出てるんですけど。まるでゆかりちゃん状態。なんや？無理やりトラスの直径以下に収めるしかない。これさっきの小さいミサイルの方が良かった説あるで。こんな感じでなんとか収まったね。多分姿勢変更が難しくなるのでスラスターで補助します。それとこれだね。なんやこの金色。何って核兵器に決まってるじゃん。おま何してん？軍事チャンネルだから入れないとダメなんだって。まあこうするとアイディア使いたいってアメリカ大統領から連絡来るからね。来るのは詐欺メールだけや。問題なのは今作った構造で本当に落とすことができるのか。模擬弾で落下試験開始や。では準備完了。いきますよ。おお、綺麗に落下した。分離成功。完璧です。核爆発起きとるやん。あれってレベルやない。ゆるふわ軍事チャンネル。さあ盛り上がってきた。どこの破壊神や。一応落下できたのでトラスにパラシュート搭載。これで輸送機から引っ張り出す感じだね。見た目的に小さいのもつけておこうかな。これエアブレーキや。開くとかっこいいので搭載。あとトラスの下側に車輪をつけてスルッと滑り落ちるように工夫。これで引っかかっても安心やな。塗装もちょっと変えてみましたよ。パーツごとに色分けできるんやな。翼を赤くしたり、弾頭だけ黒にすることもできるね。機体との接続はドッキングポート。上手に乗せないとカーゴベイとトラスがくっついちゃうので注意。では飛行試験開始。回転数上がってきた。よし、ピクピクするとか変な挙動もない。このまま離陸するよ。待て、加速せんで。どういうこと？エンジンの操作パネル触ってるんだけどちゃんと動いてるっぽい。明らかに適当に触ってます。どこがおかしいのかな？停止ボタンを押しても停止しないんだけど。あかん、また逆走
走し始めた。ちょっと待って危ない。手動でエンジンスロットル停止。おっとっと、後ろ浮き上がる。かわいいズンちゃんは2回も同じミスしません。いや、すでに2回目や。ここでブレーキ。あかん。これはひどい。ここでフルブレーキ。はい。だから何のはいや。原因がよくわからないので、とりあえずエンジンの位置を適当に修正。もはやバグなのか仕様なのかわからない東北ずんこ。また尺がやばくなりそうだからさっさと離陸するよ。ブレーキ解除。ブレーキ解除。おお、今度は普通に加速した。多分エンジン逆につけちゃった不良品だったみたいね。その可能性は 100% ない。よし離陸。プルプルしながら離陸成功。このまま上昇して空中投下試験するよ。現在の高度 400m、飛行速度時速 820km。なんかめちゃスピード出るねこのエンジン。現在の高度 7150m、飛行速度 620km。水平尾翼を手動で微調整すると高度を維持できることが最近分かったんだよね。尾翼の角度を個別にいじれるんか。これ結構便利。では投下試験開始します。カーゴベイオープン。カーゴベイ開くで。開放確認。トラス分離。トラス分離成功。パラシュート展開。空中投下開始。パラシュート展開せんで。あれパラシュート展開。展開せん。なんかおかしい。全然開く動作もしとらん。しゃあないので機体傾けて強制投下するよ。ちょっといいかな。やっぱり何かおかしい。これで落ちてこんとかどんだけなんや。これねタイヤのブレーキ機能とか全部オフにしてるからね。もう機体90度向いとるやん。あ、出てきそう。来た来たトラス空中投下成功。あれミサイルも分離しちゃってるんだけど、さっきパラシュートボタン連打した時に間違って分離したんやろ。やだ今日もうっかりずんちゃん。とりあえずこのまま飛行試験続けるよ。エンジン燃焼開始。高度 6500m、エンジン燃焼開始。姿勢を水平に戻す。姿勢戻った。飛行試験順調。ちょっと待ってすごい勢いで落下してる。高度 3000m 切った。現在の速度時速 2000km。2000？ 高度間もなく 1000m。頭上げて上昇。飛行速度 2600km。まずい。これ飛行速度おかしくない？ようわからん。トラス周囲のタイヤを消して再挑戦。余計なもんつけん方がええって感じか。想像以上にカーゴベイがキツキツなんだよね。よし、パラシュート展開。今回はパラシュート開いた。投下開始。トラス分離。投下開始。おーいった。空中投下成功。これいけるで。メインパラシュート展開。メインパラシュート展開。ここまで順調。展開確認。完璧だね。このまま真下向いたら分離するよ。2回目でここまでできるとは思わんかったわ。現在の高度 4300m、落下速度時速 90km。では次、ミサイル分離。トラスからミサイル分離成功。エンジン燃焼開始。ロケットエンジン点火。すぐに戻さんと海突っ込むで。姿勢戻して上昇開始。すごい勢いで落下してる。このまま加速や。落下止まった。よし、巡航飛行開始。ちょっとどうしたのかな。現在の飛行速度時速 3400km。ちょっとまずい。エンジン出力 16% まで下げる。減速しない。なんかおかしい。いつもおかしい。だったら逆に加速するしかないよね。現在の速度 4800km、マッハ 3.8、さらに加速。すごい速度なんだけど、現在マッハ5決めちゃいました。投下試験は一応成功してということで新しい機体作ります。また無駄に大きいの作っとる。全長はさっきの約2倍。とりあえず横に2つ胴体をつける。コックピットも変えて横に2つ。中央は見た目のバランスで特に意味もなく長くしてみる。特に意味がないって。男の子長いの好きだからね。これ前方の視界最悪やろ。3本だとずんちゃん寂しいし、ノリで5本搭載。何？後ろから見るとこんなことになってるね。輸送機5気分やん。となると、主翼も当然でかくなる。組み立て施設の幅ギリギリやん。水平尾翼はイキリ斜め30度。その先っちょに折れ曲がった翼をつければ最高潮になる。皆さんこれ輸送機作ってます。
もちろん垂直尾翼も無駄に傾けて、見た目だけはかっこよく。その先っちょにも折れ曲がった翼をつければ SSR 級に、これで男の子がしゃぶしゃぶ呼吸する機体になるはず。皆さんこれ飛行機作ってるだけです。空気抵抗やばそうなんだけど、無駄にでかくするからや。ちょっと下が寂しかったので、特に意味もなく謎の翼を搭載。これ以上つけるな。となると、コックピットの横にこの後も必要だよね。このサイズはガチで意味がない。エンジンは機体後部へに5機搭載。これで離陸できるのか不安になる数。膠着装置はとりあえずたくさん。搭載するミサイルの変更点はスラスター。柔軟に姿勢変更できるように複数搭載。これをカーゴベイに合計10発乗せようとしたんだけど、めちゃくちゃ難しい。そうなん。後ろにパラシュートもあって、2連結する方法が思い浮かばない。前に持ってくるとエンジンにかなり近いんだよね。ぶつかって消えるパターンか。一応フルで搭載したところをみんなに見せたくてやってみる。この搭載方法も難しくて、試作機でも言ったように、カーゴベイにくっついちゃって切り離しができなくなっちゃう。要は分離できる構造やなくて、機体の一部って認識になってまうんか。そういうことだね。はい、ということで一応完成しました。全長53メートル、幅62メートル、50メータープール2つ分のデカさや、最大離陸重量は403トン、ボーイング777より180トンくらい重い。早速離陸しちゃおうかな。よし、みんな行くよ。待て、機体が歪んどる。あれやない。ちょっと謎の生き物みたいに跳ねとる。面倒だしこのまま行くよ。なんか壊れた。絶対あかん音でとるやん。主翼焦げた。はよ離陸中止せん。大丈夫、まだいけるよ。だからなったらあかん音と煙でとる。皆さんこれダイハードじゃないですからね。だから最近の人が知らん。何も見えなくてもさ、何笑てんねん。しゃあないのでストラットで胴体部分を固定。機体が歪む場合の対策はこれしかない。さらにミサイルを5発減らして重量を軽く。重さから来る歪み対策か。できたら離陸するしかない。それが兵器として生まれてきた運命。どう墜落するかみたいだけです。みんな見て、めちゃ綺麗に加速してる。ほんまか、これ離陸いけるで。膠着装置格納。膠着装置格納。あれ、ちょっと待って。上昇しないんだけど、滑走路にぶつかる奇襲揺れ。今やってるんだって。これ以上無理。もう接触する。墜落しません。これ地面効果翼機や。やだ、ずんちゃんかっこいい機体作っちゃったみたい。速度とかが絶妙に合わんとできんやろ。さすが東北一の天才設計士、東北スンホ。みんな、ちょっといいかな。指疲れてきたんだけど、まだいける。そこで諦めるな、もっと頑張れ。ダメ、ムチムチの太もも釣ってきた。鳥人間コンテストか。出発墜落。しゃあないのでエンジンを機体下にもつけて出力倍増。合計10発でこの乱世を生き抜く。と、緑くんの世界に混乱を引き起こす緑の親玉。どうかな？余裕だよね。あれちょっと前浮いとる。離陸開始。もう何も聞いとらん。ちょっと前が浮くくらいならむしろ好都合。きっと離陸しやすくなるはず。もちろん何の根拠もない。ちょ右や右。これですぐに発進しなかったから機体が左に向いちゃったんだよね。それもおかしな話や。次は左や左。翼もげました。ここで気合の離陸開始。ほら、主翼なんて結局飾りだと思うんだよね。絶対あかんというかもうあかん。はい、森の中でビッグモーターしそうになったんだけど、木や草は消えません。みんな見て、これいけるよ。もはやそう思い込むしかない東北ずんこ。あ、やばい。離陸開始の時点でもうやばい。それでは皆さんご一緒に。もう何もできません。全部バラバラやん。いけると思ったんだけどな。どの時点や。あ、コックピットだけ残った。緑くん全員生還。と思ったらそんなことない。すごい振動なんだけど、これどういう状況や。ずんちゃん興味あるしちょっと様子見てみようかな。あれ？あら？これ海の中やん。待って、それどころじゃない。最大 G が 183,795G になってるんだけど、
万って、さっきの振動そんなに激しかったのかな？というか移動速度が秒速 124km。これ時速換算すると44万6000キロや。今日もワールドレコード決めちゃった。このファミコンみたいなのやめ。失敗から全てを学ぶアイドルの東北ずんこ。だからアイドルちゃう。とりあえずすぐにエンジンを動かして滑走開始。機体が変な方に向く前に離陸開始や。きたきた、スピード乗ってきたきた。現在の速度時速 480km。ここで機首を上げる。おー、離陸した。ちなみにさっき建物にぶつかって2回目の離陸。余計なことは言わんで。膠着装置格納。膠着装置格納。姿勢も安定してていい感じ。よし、このまま高度を上げてミサイルの投下ポイントまで移動。現在の高度 8400m。飛行速度時速 650km。止まってるように見えるんだけど、めちゃくちゃ安定してる。ぶっちゃけ適当に作ったのにこれはすごい。パイロットの緑くんのことは1ミリも頭にありません。カーゴベアオープン。すでに真ん中のは開いててくさ。アクショングループって設定でまとめて開けたりできるんだけど、バグってるのか一つしか反応しない。カーゴベイ開放確認。よし、ミサイル投下試験に移る。アクショングループで全パラシュート展開。パラシュート展開確認。いつでもいけるで。手動で全ドッキング解除。投下。あれなんか分解しとる。なんかおかしい。いつもおかしい。これでミサイルが全部バラバラになってる。せやろな、見ればわかる。ずんちゃん原因不明で汗がやばい。なんとかせえ。考えられるのは、ミサイルの重さで壊れちゃってる可能性。ロケットエンジンだけで4トンもあって、軽いジェットエンジンに換算。投下手順もドッキング解除してからパラシュート展開に変更する。これもしっかり分解しとるな。どういうこと？あかん、何か爆発した。何もしてないのにジェットエンジンもげたけん。いや、絶対なんかしとる。あれ？大爆発しとるやん。なんかいやらしいパーツの買ってるんだけど、自分が作って壊したミサイルや。壊れてるって壊れていません。無駄にエンジン動いても完全に壊れとるやろ。壊れていません。壊れとる。壊れてない。壊れとるやろ。ミサイルは壊れてません。はい、今日もへそ曲がりのあかねちゃんなんだけど、誰がや。何回かやってみて重要なことが分かった。なんや。これね、ミサイルを積んだトラスを次々分離すると、その前に分離したものが全部壊れる。はい。例えば、真ん中のトラスを分離して右のトラスを分離すると、真ん中のものが壊れる感じ。完全にバグやん。よくわかんないんだけど、1個1個しか落とせないね。では最後にミサイルを落下させて、なんちゃってラピッドドラゴン決めちゃうよ。皆さん頑張って作ったみたいなので、うまくできたらいいねしてあげてな。とりあえず分離したら、アットマークキーでミサイル側の操作に切り替える。そしてパラシュート展開。大きい方も展開確認。本当だったら滑って落ちそうなんだけど、ミサイルが6トンくらいあって降りてこない。6トン。機体を上下させて無理やり落とす。これしか方法はない。くさ。そしてエアブレーキ展開。これも結構減速する。おお、来た来た。よし、ミサイル投下成功。本当なら他のも一緒に落ちる感じなんか。ちょっと壊れちゃうからできないよね。現在の高度 5000m。メインパラシュート展開確認。よし、順調だね。でも、ここからは時間と操作方法との戦いになる。ちょっとでもタイミング遅れると海面に突っ込んじゃうよ。ミサイル切り離し。ロケットエンジン点火。素早く姿勢を戻す。このくらいの勢いで一気に向けないと墜落確定。かなり思いっきり向き変わったね。現在の高度 2700m や。はい、今回は成功だね。このまま水平飛行すれば、あとは自由に飛行できる。はい、現在の速度時速 9700km。やだ、かっこいい。異常なスピードや。もうちょっと飛ばしてみようかな。で、また問題が見つかったんだけど、これ何個あるんや。搭載したスラスターがまともに動いてない。確かに白いの出てないな。これも一応何回かやってみたんだけど、全部動かなかったね。そこで飛行中にセーブして再度ゲームをロードしたら動くことが確認できましたよ。これもバグやん。操縦系にバグが出たらセーブとロードしてみるといいね。はい、そんなことも知らずに、この時は小さい翼だけで必死に操縦。こんなん普通にわからんからな。あ、基地見えてきた。超バナにするんや。これ完全に突っ込んどる。
ターゲット捕捉、敵の宇宙基地の中枢。さっき飛び立った基地や、緑くんただいま。災いしか呼ばない緑の親玉。また核爆発起きとるやん。大丈夫、緑くん基地内だと無敵って視聴者さんに教えてもらったから。皆さんこれネタでやってるだけですからね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、ということで無事にミッション完了したんだけど、次は何や？ちょっと今日視聴者さんまだ飛ばしてないなって思って、毎回余計なことせんで。今回も一部ですが、たくさんの方から乗りたいというお問い合わせをいただきました。ぜひ乗ってみたい方はコメントしてみてくださいね。動画でさらされるで。気遣いができて女神様のように優しいずんちゃんは、そんな視聴者さんの夢を叶えてあげます。カード名オープン。どの口が言っとるんや。これもあかんやつや。左右それぞれ12人、合計24人の物好き視聴者さんをご招待。今の気持ちはどうですか？多分状況を把握できとらん。それは良かったですね。気でも狂ったか。エンジン燃焼開始。接続解除。射出やめる。わあ、飛んでいっちゃった。これはひどい。燃焼し続けるエンジン。燃料無限設定にしているの忘れてた。しゃあない、消費するように再設定。最初からそうしとけ。あとはパラシュートで着陸だね。あれこれどうなっとるんや。鉄骨の上に板乗せてシートつけただけなんだけど、スローで見ると板がねじれるようにプルプルしてる。どんだけバグ多いんや。ね、おかしいでしょ。視聴者さん多分無事に着水。よかったね。最悪のフライトやん。はい、お待たせ。反対側の視聴者さん、エンジン動いてもうた。硬いロケットだから二度と停止できません。発射。何綺麗に発射決めてんねん。めっちゃいい発射。見てください。みんな嬉しそうだね。絶対乗りたくない。あ、ちょっと待って、今何起こった？こっちみんな。分離しちゃったのは仕方ないね。諦めてください。くださいやない。視聴者さん綺麗に飛ばせたし、今日はこんな感じかな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような軍事に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。